黒木さん、こんにちは。こんにちは。今日は何を教えてくれるんでしょうか。はい、今日は、今までずっと染め、ね、一緒にさせていただいてた、時に染めたいろんなこのストールをご紹介させていただきたいと思います。はい。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いろいろ染めてきましたけれども、最初は春出だしの頃に杉菜、杉菜を染めましたよね。これが杉菜のストールになります。結構ね、寝かしてから落ち着いてはきてますけど、結構若い緑色、若葉色みたいな色になっています。はい、こちらが、杉菜ですね。で、その後、こちら、月桃ですね。月桃で染めた、月桃の葉で染めました月桃染めのシルクのストールになります。可愛らしいね、ピンクが出てます。こちらが、前回染めましたよもぎのストールになります。結構しっかりとこう優しい、ね、緑色が出ておりますけれども、寝かしてるうちにやっぱりこう色が変化してきています。こちらが、玉ねぎですね。玉ねぎの皮で染めました。ちょっと優しい感じのイエロー系ですね。ティーン系が出てます。今紹介させていただいたこのストールって実はいつも私が巻いているストールと同じ方が織ってくださってます。これ80代のご夫婦の織本さんで織ってくださってまして、日本のね国産のシルクなんですけれども、意外とこう透けるっていうかな、向こうが見えますよね。これね、これガーゼのように織っていただいてます。っていうことはぎゅっと詰めて織られるんじゃなくて、ちょっと隙間を空けて織っているので通気性がいいんですよ。でシルクっていうと普通ちょっと夏は暑いんじゃないかなと思うじゃないですか。
夏はちょっと面とか朝とかね、あんなのがそれもすごくいいんですけど、意外と夏の間でも暑苦しくなくて風通しがいいので、まあ軽いというか軽くて柔らかい、で、例えばクーラーの入ったお店だったりとかなんていうのかな、結構空調のきついところあるじゃないですか。夏でも寒いところですね。寒いとこありますよね。でそういうところに入ってもちょっと首元とか温めるとちょっと寒さが和らいだりとか、なので実はこれ本当に1年間使えます。で使えますっていうか、私もいつも巻いてますので使ってます。はい、とにかくこの長さがねとっても重宝するんですね。普段使いというか、もう T シャツとか普通にお家で着てらっしゃるのの上にちょっと巻くだけでおしゃれに見えたりとかなったりとか、あとその上から羽織とかね、カーディガンとか着られても全然普通に中に収まってくれるので、あんま大きいとほら難しいじゃないですか、こわっとなって。でもこのぐらいだと、とてもこうキュッとまとまりますので、すごく重宝しますし、もうとってもおすすめなストールなんですけれども、お持ちの服に草木染めってすごく馴染みますので、自然のものって喧嘩をしないのでね、ご自分の持っていらっしゃるものどんなお洋服にも合うと思いますので、ぜひお試しいただけたら嬉しいです。で、このねストールを、ちょっと巻き方をお伝えできたらと思ってます。そしたらこちらの、シルクガーゼ、フワクシュストールっていう名前つけてるんですけど、このフワクシュストールの巻き方ちょっとねぜひちょっと見ていただきたいんですけど、だいたいね140センチぐらいです。幅もね30センチないぐらいで、短いかなと思うと思うんですけど、普通にこうやってして首にこうやってして垂らすだけでも意外といい長さになってます。で巻き方ですね、普通にこう足してもいいですし、あと夏場でしたらちょっと首元だけ開けて、こんな感じで普通に垂らしてもいいですし、あとちょっと結びたい時ですねとかは、こう短めになったところが最終的にこの長さになりますので、ここからここでちょっと互い違い作ります。でこの長い方上に乗せて、上ですね、上からこの2本の間から出します。出したこの端っこを右側の2枚の間に入れます。わかります？で整えてこんな感じで、意外とこう収まりやすいですよね。これですともうほどけないですし、またこのクシュってしている感じがずっと続きますので、何回洗ってもこんな感じで、はい、ボリュームっていうか、立体的に見えるのでとっても華やかに見えると思います。他にもいろんな巻き方、今ねなんかいろんな動画とかでも皆さん勉強してる人いっぱいいらっしゃるので、そういうのもちょっと取り入れてみられてもいいかなと思います。軽くて、すごく洗濯しやすいものですので、気楽に使っていただけたらと思うんですけど、ただお洗濯する時は、草木で染めてますので、もちろんあったかいお湯とか水何でも OK です。普通にこういつも見ていただくようにお鍋でコロコロ染めてますので、お湯もお水も大丈夫なんですけど、ただね洗剤だけ、洗剤は合成洗剤とかですと全て漂白剤が入ってて、何でもこう白くしようとしてしまうので、それも実はねちょっとかゆみの原因になったりしますので、
もしよかったら本当にこう洗面器で振り洗いか洗濯機でしたらネットに入れて弱水流ぐらいの、水洗いか、もしくはご自分で使ってらっしゃるシャンプーとかでしたら皮脂の汚れだけ取ってくれますので、そんなのをちょこっと入れて洗われるといいかなと思います。シャンプーで洗う、もしくはシャンプーもしくは中性洗剤とかでもいいですし、柔らかく洗うってことですね。そうですね。なんか肌につけてもう気にならないもので洗うっていうかなと、なんだろう、いつも身につけるものなので、シャンプーだと自分に合ってますよね。皮膚と合ってるものを使ってらっしゃると思うので、そんなのも、赤ちゃん用の洗剤とかそんなんでもいいと思うんですけどね。草木たちってもともと浄化したりとか抗菌作用があったりとか、もともと野草たちって持ってますので、そんなね今の時代みたいに頻繁に洗うっていうことを昔はそんなされてなかった。もう普通にこうやって陰干しでというかつっておいて、そこでこう浄化したりとかっていうことをもともとしますので、お着物とかも昔ねそんなしょっちゅう洗ってらっしゃらなかった。なのでもしそんないっぱい汗かいてらっしゃらなかったりとか気にねならない時は本当にこうやってしてかけとけば、ここで浄化してより草木たちが働いてくれますので。と思ってますのでそういうふうにしてちょっとお付き合いしていただくとよりいいかなと思ってます。今お伝えしたものって結構春から、初夏にかけての植物が多かったですね。月桃とかも、そうですね、夏に向けて、どちらかというとこう、抗酸化っていうか次の季節に向けて自分の体をこう整えるっていう、浄化作用ですね。もうそれが、月桃もそうですし、杉菜もすごくそういう部分では浄化したりとか、杉菜の場合はねすごくそういう抗菌とかそういう菌たちに対して守ってくれたりっていう効果もねあるみたいですし、あとこちらのよもぎですよね。よもぎの方ももちろんそういう浄化作用あるんですけど、逆に浄化すると冷えるような気がするじゃないですか。でも浄化っていうか外に出すのですけど、実はその内側を温めるっていう役割がありまして、不思議ですけどね。だから結構外に向けてはそういう浄化とかそういう解毒っていうかなを働きかけながら内側は温めていくっていう、すごく女性にとってはすごいありがたいっていうかね、効果があります。そして玉ねぎとかはもうとってもそれこそなんていうのかな、中身を皆さん食べますけど外側の皮が一番栄養価が高くて、それこそこう豊富にこう取り入れたいいろんななんていうのかな、体を温めるとか、整えるっていう成分が一番含まれてるんですね。それを皆さん捨ててしまってるんですけど、玉ねぎの皮だけスープとかっていうのも実はありまして、とっても体にいいんですよ。でその皮を使った、染めですので、もちろんもう温めとかもそうなんですけど、どれも美肌とか抗酸化って言って日頃の生活をってすごい酸化するじゃないですか。その酸化を抑えるっていう、植物たち本来の役割、もう精一杯頑張ってくれると思いますので、可愛がっていただけたらと思います。薬効を難しく考えるより、なんか私たちを守ってくれるっていう役割を担ってくれてるのかな。もう全体にもそう思っていただけると、もう本当にそれしかないんですけど、だから野草っていうとやっぱ薬草、お薬になったり
ね、全部飲んだりしてましたよね。飲用してもいいし、こうやって外からこう肌に来て服用ってしてもいい、はい、っていうような形にと思ってやっております。黒木さんはいつも守られてるんですね。守っていただいてます。でちょっと話戻るんですけど、その結び方、で黒木さんはいつもそのパターンで結んでいらっしゃるんですね。いろいろですけれどもね、主にはこれ結構多いですね、この結び方が。それはこう端っこに今寄ってますわ。ね、どっちかこういうふうにもちろんセンターでもセンターでもいいです。はい。お洋服によってはセンターにしたり、一応こうやってして開いてたりすると真ん中よりちょっとずらしてみるとなんとなくちょっと雰囲気が変わります。一個だけしか教えてくれないですか？おすすめをもう一つ。おすすめもう一つ。じゃあ、巻き方のもう一つすっごい簡単なの、皆さんご存知だと思いますけど、やってみましょうか。普通に半分にね、こうやって半分に折ります。そしてこの、輪っかになっている方と端っこ、これを首にこうかけて輪っかの中に入れるっていう、これだけですっごい簡単ですよね。で普通スルスルって落ちそうなものとかありますけど、このフワクシュストールはしっかりこうぐしゅっとなってる分止まってくれますので、意外とこんな感じで巻きやすいと思います。であと一つだけちょっとねお伝えしたいことがありまして、このフワクシュストールね、なんでこういつもこうクシュクシュしてるか、いくら洗ってもこうやっぱりクシュって脂肪が出てくれます。これは間にウールの糸をちょこっと織り込んでいただいてます。なのでこのクシュッとした感じが出るんですけど、巻いてみて、もしこのウールとかウールっていうとちょっと羊毛になるんですけどが肌にちょっと触るとか痒くなるっていう方はちょっともしかしたら合わないかもしれないです。ただ一般的にね、今まであんまりそういうようなあれを言われてる方はなかったんですけど、ただお試しいただいて、その辺とかまたお伝えいただけるといいかなと思いますので、それが脂肪の、要はこのシルクの方とウールの方の収縮率が違うんですよ、水に通した時の。でそれでこの脂肪がクシュッと出るような仕組みになって折っていただいてます。ここの、シルクガーゼのストールですけど、クルカル村さんの販売所の方で、ここにまた出てくると思いますので、またそちらの方を覗いていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。今日はですね、特別この気心工房さんから、お茶が届きましたので、こちらの方をちょっといただきたいと思います。お願いします。はい、お願いします。いい香り、素晴らしい。600メートルの香りが、よいしょ、ちょっと出してみましょうか。こんな感じですね。ティースプーン3杯分くらいって書いてあったんで、こんぐらいですよね。はい。で、お湯を入れます。ちょっと入れ方が合ってるかわかんないけど。ちょっと蒸らしましょうかね。楽しみですね。
そしてもう一つはこれちょっと 2,3 分ぐらい蒸らすといいのかな。白割れという茎の方のお茶もいただきましたので、ちょっとこっちも一緒に作りたいと思いますね。諸塚のね山あいというか谷というか、もう私も子供たちとよく通いまして、意外ともういろんな採取させていただきました。また香りが違う。茎がすごい綺麗ですね。ちょっと出してみましょうか。おお、ほらすごい綺麗。たっぷり入ってますね。よいしょ。すごいまた香りが煎茶とは違うね。またこの、優しい香りがしてます。これは水出しって書いてあるので、こっちのポットに入れてじわっと水で出しましょうか。よいしょ。多分ねこれ結構量が多いので、いきましょう。ちょっと待って。はい。このぐらいでお水で出してみましょう。楽しみ。今からね夏になるから嬉しいです。ゆっくり出すっていうことで書いてますので、よいしょ、このぐらい入れて、もうこのまま多分冷蔵庫に入れてじっくり出してもいいですよね。はい。じゃあこれは置いておきましょう。嬉しい。じゃあちょっとお茶いただいてみましょうか。綺麗、見て、泳いでます。はい、じゃあいただきます。ちょっとお茶の量がどうだった？お湯の。このぐらいちょっと入れましたね。はい、お茶が入りました。いただいていいでしょうか。どうぞお願いします。はい、じゃあいただきます。京子ろさんありがとうございます。じゃあいただきます。新茶の香りが、美味しい。なんかこう標高が高いじゃないですか。だからすごくこうなんか繊細というか透明感があるお味。なんていうのかな。あれなんていうんだろう。分かった。洗練されてるようなね、標高が高い分いろいろほら雑味がなくて、すごくこう神聖ですよね。あそこはね。あそこは神聖です。本当ですね。神聖な香りと味でございます。全然渋みもない。おいしい。夏もこうあったかいお茶がいいですよね。もうなんか止まらない。美味しいです。これなんか 2回3回って出せるって書いてましたので、お茶がまた2番3番と楽しめるのですごい、またそれもね味が変わって楽しみです。はい。
ちょっとお茶タイムでしたけど、はい、ごちそうさまでした。ありがとうございます。ありがとうございます。